はい、どうぞ。のじのぶチャンネルです。トロントののじです。ロンドンののぶです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、のぶさん、今週いかがでしたか？はい、今週はですね、ロックダウン明けて初めてミュージアムに行ってきましたね。おー。はい、これはね、ロンドンのビクトリア・アルバート・ミュージアムというあら、ところに行ってきました。素敵ですね。はい、それで日本の着物のコレクションにがあったので、そちらの方に行ってきましたので、ちょっと何枚か写真撮ったので見てください。はい。はい、あ、ごめんなさい。これとか、あ、綺麗。ね、すごい綺麗でしょ。みんな江戸時代なんだよ、これ。江戸時代のにこんな綺麗に撮ってあって、もうこれも夏用の江戸時代ですごい綺麗ですよ。すごいね、なんか、ね、とってもいい感じ。で、これはね、今モダンなやつ、着物のデザインをしたデザイナーが出したやつですごい斬新なアイデアですね。そうですね、なんかコートみたい。あ、そうでこれは某有名なアーティスト、ビョーク、マドンナ、フレデリー・マーケリーが着た、着物をモチーフにした洋服です。こんな感じで。ありがとうございます。はい。で、のじはどうでしたか？のじはいつものように散歩に出かけてですね、今週はラッキーに、ブルーヘロンっていう青いね、日本で言ったらウですね。はい。ウを見ることができました。おお、どんなウでしょうか？ウっていうのは、こんな感じです。はい。わー、なんか、かわいい。そう、スッとしてね、なんか、鶴みたいな感じだったのね。そうだね、似てるね。全部青いからびっくりしてね。見たことない青い鳥なんか。それで、朝8時ぐらいに、ね、いつもの道のところの川の近くっていうか、ね、川で、多分魚取りしてたんだと思うんだけど、水の中にスッと立って、静かにね、いました。かわいい。すごく、まあ、ラッキーでしたね。いつもそんなに見れないんで、このウっていうのは。珍しいよね。だからとってもラッキーでしたよ。はい、そんな感じでした。癒されました。ありがとうございます。ね、はい。はい。で、今週のテーマはフリートーク。はい。ですね。で、ってことなんですけど。私たち初めてのフリートークは、まあ、自己価値観とか自己価値で、私ちょっとわからないんだけど、ノブさん自己価値って何だと思いますか？そう、これはすごいなんかもう人生にとってもう一番大きなテーマだと思うんですよ。で、私はまあちょっといろいろ自分で経験したり学んだりいろいろ読んだりとかして自分なりに考えた今の段階の、自己価値っていうのはやっぱ自分自身でいたりとか自分が自分で好きになるっていう自分の気持ちのとか思いとか自分自身のことをもう全部全てを自己価値だと思ってるんですよね。はい。のじあんま考えたことなかったんで自己価値って。そうで私も結局なんか壁にぶち当たったりとかしない限りは考えなかったから本当に何が、ね、自分にとって価値があるのかっていうのって本当に考えたことなかったんだけどやっぱりちょっとこう興味が出てきていろいろ考えて行動していく上で、いろんな体験を通して自分の価値ってすごい自分で大事にしなくちゃいけないなって思い始めて、やっぱりちょっとなんていうのかな自分にこうなんていうのかなこういい影響を与えてる、ね、言葉とかいい影響を与える行動って意外にみんな取ってなくてそれで自分の価値を下げて落ち込んでる人が超多いと思うし私もそうだったし。じゃあ自己価値を、分かるようにこう自分で見つけ出してきたら良くなりました？なんかやっぱり
どんな感じになってすごい2通りあって、何も考えないで、自己価値を自然に受け入れた時はうまくいってた時もあります。で、あとはそれを考え始めてうまくいったこともある。両方ある。なんか何も逆に考えない方が自然でいいのかもしれないし、考えた結果で行動したら良かったっていうのもあるんで、ちょっと一概にはどっちがいいかって言えないんで。なるほど。でも、まあ、私もなんかね、考えたことなかった、今回言われて、ちょっと分かんなかったから、私はどうしようと思ってね、ちょっと調べてみて、はい、で、ニーチェって聞いたことあると思うんですけど、もちろんです。有名な哲学者、天才な人でね、この人ね。ドイツかな、で、まあ、人生にね、前向きになれる最強の人生哲学っていうところなんだけど、ニーチェが言い訳く、まあね、実践哲学、悩まなくていい、常識にとらわれない、自分の意思を大切にしようっていうところでね。で、納得。ね、だから、そうか、悩めなくていい、常識にとらわれない、で、自分の意思を大切にとか、ノブさん言ったみたいに、なんかやりたいことをやるとか、ね、そういうのがやっぱ大事なのかなって思ってね。やっぱり自分のことを知ってるのはやっぱ自分が一番じゃないのね。やっぱりそれを自分で認めてあげて、自分で自分の気持ちを認めてあげて、自分で好きなことやったりとか、自分の気持ちをね、認めてっていうのはすごい納得いきますよ、その理論は。で、なんかやっぱりなんかそういうので、まあ、なんていうの、私たち結構外部から押し付けられた、価値観で生きてることが多いじゃないですか。ねえ、これはね、本当に社会で生きてる以上ね、やっぱ影響されちゃうもんね。そう、だから、まあ自分自身、自己価値っていうか自分のことと、まあ外のね、価値観っていうののギャップがね、結構こう、なんていうの、不幸になっちゃう原因でもあると思うんだよね。わかる。そうだから、なんかまあ、ニーチェ曰く、まあね、女性だったら美しい方がいいとかさ、美しく。で、まあ、結婚して、誰かいい人と巡り合って、で、子供ができて、で、まあね、孫ができて、トントントン拍子で生きるのが、まあ一応はほら、人生の流れ的には普通じゃないですか。ね、それはね、一応スタンダードで、まあ一応ね、スタンダードだもんね。そう、スタンダードライフ。だけど、野地みたいに、まあスタンダードからちょっとずれてる人がいっぱいいるからさ、その時に、じゃあ、私、じゃあ不幸のどん底かって言ったら、まあそうでもないんだけど、全然。まあそういうふうにね、なんていうの、そこで人生の意味をちょっと私は考えちゃうわけじゃん。で、どうしてこのギャップがあるんだろうとか思った時に、まあ自分でこれでいいんだって言って、私はこれで行くって言えば、まあいいよね、それでギャップがあってもいいんだけど、まあ一応不安になったりとかするわけじゃないですか、そこで。また絶対数なんつうの、スタンダードが何たってほら比率的に多いから、やっぱり外れたものっていうのはやっぱりね、少ないじゃない、少数派だからどうしても不安になっちゃうんだよ。そうで、そこで、ね、価値観とかさ、道徳観とかっていうのが出てくるわけで、ニーチェはこれを全て無視すればいいって言ってね、そんなものは関係ないと。いや、本当そんなの関係ねえだよ、本当に。関係ない。で、だからほら、それを無視しないと、やっぱ生きることに絶望しちゃう人もいるわけだからさ。そう、本当に、本当にそう思う。で、なんか面白い。ニーチェがね、心配してたのは、これから先っても、ニーチェが出たのはすごい何百年か前なんだけど、300年かこれからは多分そういう人がね、心配だと。絶望してくる人が多いんじゃないかという、ことを心配して、彼はいろんな本を書くわけよね。で、そうなんだ。だからやっぱりそう結局ほら自分の常識とかから外れちゃえばもう自分はダメだとか自分で価値を下げちゃう。
私はこのとこに入ってないんだからダメダメダメって言って、もう自分でもうそれを下げてしまうから、もうどんどん生きづらくなっちゃうよね。そうなっちゃうね。そうそうで、だから結局は、まあ、解放、そういうとこから、人生の意味に縛られたりとかしないで、もう全部解放して、で、とにかく突き進めと。ね、なんか夢も希望も持てなくなったりとかするかもしれない、たまには。だけど、そんなの関係ない。で、結局は一瞬を肯定して、自分を肯定して生きよう。もうそれで OK みたいな感じだったね。納得いきます。なんか結局自分の気持ち、考えを、間違ってるなんつうの、正しいとか悪いとかそういうのしないで、認めればもうそれで自分の価値になるわけよ。そうそうそう。だからそれでね、自分の価値だから、もう、なんていうの、もう自分の価値を通せみたいな感じかな。いや、本当に大事。それが人間らしいんじゃないの？そういう、やっぱり人間として生きてきて、自分の価値を認めて自分で生きていくっていうのは。そうで、私はニーチェってすごい天才だったんだね。子供の時からすごい天才で、なんか大学入った時にはもう大学で教えてくれって言われて教えてたんだって。卒業もしてないのに全然。で、だね。すごいなんか天才、もちろん天才だから。で、30の時にはもうなんていうのかな。30の時にはもう天才も天才、ただもう天才すぎちゃって、人の人と会わないみたいな感じだったのかな。でなおさら彼にとってスタンダードっていうからずれてるわけじゃん、もう。そうすごい考えるよね、自分の価値なんかをね。だからなんか劣ってるとかじゃなくて、すごくすぎてもやっぱスタンダードの人とは違う。そうだからここの線から行っても下げてもずれちゃってね、ずれがあるからさ、それがさ、なんかそういう風に味わってる彼が、で、なんかもしかしたら、失望しちゃう人がいっぱいいるかもしれないっていうのを心配して、ね、なんていうの、残してくれたね。ニーチェの考えを、ニーチェは今までのソクラテスとかの派の考えとはこう違う方だから、なんかそういう、こう違う、どういうふうに違うかって言ったら、やっぱり昔の人たちは、幸せみたいな感じの、それが穏やかで幸せですよっていうところだけど、ニーチェはそんなことはないんだって、個人をもっと尊重しなきゃいけないみたいな感じ。いやすごい納得。だって個人レベルってみんな同じね、そのスタンダードが必ずしもみんなにで幸せとは限らないじゃない？そう、限らないから、だからそれでね、自分の価値観を表現していくっていうことが一番重要ですよっていうところに落ち着いたっていう。意外と人生はシンプルにやりたいことをやっていけばいいっていうことなので、それに尽きるんだから別に会わなくていいのかもしれないんだけど、しかし、こればっかりはね、やっぱり他人と生きていくと、やっぱりね、どうしても比べちゃったりとかさして、比べちゃう、嫉妬心とか比べちゃうとかなんかいろいろなことがあるから、なんか足の引っ張り合いみたいになっちゃったりとかもするかもしれない。でもそんなことは関係ないから、自分の、行きたいところに行きなさいみたいな。もう自分を知って、自分って何、自分がやりたいこと何、自分の気持ちって何って一個一個認めていって、それが自分の価値を作るので、否定しないで、本当にそれを大事にしてください。はい。ということで、今週はここまでです。はい。じゃあ、来週この続きがありますので、楽しみにしててください。お楽しみにしてください。はい。それでは、ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん、チャンネル登録もよろしくお願いします。チャオチャオ。それではまた。